Welcome to Healing Mose。はい。改めまして、こんにちは。モーセ姫です。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、優しいコメント、リクエストなど、いつもありがとうございます。モーセ姫のショップが開設されました。気になる方、どうぞ概要欄からご覧ください。はい、今日なんですけれども、2023年ラストのリーディングは、6択リーディング。あの人からの緊急メッセージ、お伝えしたいと思っています。はい、今日選んでいただきたいのは、左から1番、2番、3番、4番、5番、6番となっております。下に置いてある、今日はこれだけのカードを使って見ていただいているあなたに、あの人からの緊急メッセージお届けしたいと思っています。さあ、ピンときたものをお選びください。本日も心を込めてリーディングいたします。はい、それでは1番の方。はい、カードを引いていきたいと思います。はい、じゃあいきますね。まず、ファーストカードです。コインのエースリバース。鳳凰のリバース。ワンドのキング正1。はい。今、まず、カードを見て感じたのは、お二人は、複雑な関係だったり、不倫関係だったり、もしかしたら上司と部下とかね、そういう可能性もあるのかなというふうに思っています。そして、あの人が今、あなたに伝えたいことっていうのが、今すぐはあなたと一つになれないとか、家族になれないとか、一緒の家に帰れないとか、そういう複雑な状況をお相手様も嘆いているような、そういう感じがするんですね。でも、一番のあなたがいるから、僕はこれだけ頑張れるとか、生きがいになっているとか、いつもサポートをしてくれてありがとうとか、そういう感謝の気持ちもすごくあるのかなっていう感じです。あの人自身も今白黒をつけれないことに対して、少しね、悩んでいたり、苦しんでいたり、そういう感じはするんですけれども、あなたへの感謝っていうのがものすごくあるみたいです。仕事が例えばすごくしやすかったりとか、例えばいつも話を聞いてくれて慰めてくれたり、元気をくれたりとか、
そういう、心のケア、なんかそういうところでも、あの人は癒されているというふうに、あなたに対して思っているようですよ。愛情は強いのかなというふうに思いました。はい、じゃあ次。今度は別のタロットで、はい、見ていきたいと思います。はい、今度はこちらのタロットから。はい、じゃあ開いていきたいと思います。カップの9。もうむちゃくちゃ幸せの象徴のカードが出ました。はい、カップの5のリバース。カップの6。すごいいいです。見事なぐらいにすべてカップ、感情の気持ちが出ているんですね。そして、この3枚ともすべてポジティブな意味が出ています。まず、あの人はあなたに出会えたことが人生の奇跡。もう、お相手様からすると、あなたに対して不満全くなさそうなんですよ。むしろ、ありがとうっていう風な、そういうものが出ていて、そして、あなたと、できるのであれば、例えば、一緒に子供を育てるとか、そういう気持ちもあるし、あるし、あと、あなたと一緒にいると、すごく童心に戻るというか、すごく穏やかな、なんか素直に甘えることができる、そういうことをあの人が言ってるような気がするんですね。そして、過去にいろいろ一番のあなたに対して失望をさせてしまったりとか、なんか申し訳ない気持ちとか、満足をさせてあげれない気持ち、あったかもしれないんだけれども、今、あの人はあなたに対して、なんか再び、あなたの幸せ、そして、あなたと一緒にいることによって、自分の幸せっていうのも、ものすごく感じてらっしゃるように、あの人は見えます。うん。すごく幸せそうですよ。あの人。はい、そして、はい、今度は、一番深い部分は、このエンジェルカードを使っていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。はい。強いカードが出てます。はい。はい、お待たせしました。あの人は、今から、年末年始に、入るんだけれども、あなたが、もうなんかすごく、もう寂しい状態にさせとくのが、もうものすごくあの人は申し訳ないっていう気持ちがあるみたいなんですよね。なので、あの人はあなたに対して、積極的に、例えば、寂しい思いをさせないために、連絡をするとか、できるだけ会う時間を作るとか、
そういう、あなたに対する、ものすごく真摯な気持ち。それが、あの人の、思いと情熱。それですごくすごく出てるような気がするんですね。もう泣かないでとか、うーん、もううーん、切ない気持ちが、あの人もものすごくわかってるみたいなんですよね。なので、できれば、あなたと一緒にいたいんだけれども、心はあなたのすぐ隣にいるからねっていうことも、あの人は言ってるし、何よりもあなたに対して、でもとても強い愛情と情熱と守ってあげたいっていう、そういう気持ちがあの人の中に出ている。そして、これがすごくあなたに伝えたいメッセージとして今出てきております。トータルで見ても、いろいろな障害っていうのはあるんですよね。結婚とか親とか、そういうものの障害はあって、今すぐは、大きな、形をすぐには作れない。でも、あなたへの感謝とか、大切にしたい気持ちっていう、あなたと出会えてよかったっていう、そういう気持ちがものすごく今回感じることができました。実際に、これからの流れがどうなっていくのか、ちょっと見ていきたいと思います。はい、これはルノルマンカードです。特に、明日からね、新年になって、複雑な恋愛の方は、なかなか、会いづらかったりするかと思うんですけれども、近未来の流れ、はい、どうなっていくのか見ていきます。はい、本。このね、本っていうのは、もう複雑な関係の方を表すんだけれども、これは特に、文字、それが出ているので、LINE とかメールとかテキスト、そのやりとり、それがね、しっかりと、まず来ると思います。もう、すぐもう来るんじゃないですかね。そして、リングが出ました。約束がね、あの、この年末年始、すぐではないかもしれないけれども、あなたと、きちんとこの日っていう約束をしたかったりとか、あと、人によっては、サプライズの、ギフトもそうなんですけれども、もしかしたら、あなたに対して結婚とか、そういうことを考えている人もいるのかなという感じです。はい、そして子供。すごくね、キラキラしたカードが出てますね。コウノトリ。これちょっと人生の長いスパンを言ってるもしかしたら。ワンちゃん。手紙。はい。あの、私今回、こちらのカードは近未来の流れとして、出したつもりだったんですけれども、どうも流れを見てみると、あの人が、ここでもあの人があなたに伝えたいことっていうのが、今はこういう秘密の関係、隠さないといけない関係なんだけれども、いずれあなたと一緒になりたいと思っている。将来のことを考えている。そして子供たちが巣立ったら、ある程度
大きくなった時には、あなたとの関係がより、ちゃんとしたもの、だし、あなたのことを人間としてとても好きだと。そして、この少しスパンが大きくなるかもしれないんだけれども、こういう、いろいろな、子供などの事情が、ある程度まで行った時には、改めて、あなたに対して、あの人がきちんと話したいとか、伝えたいとか、そういうことを言ってるような気がするんですよね。で、この年末年始っていうのも、あの人からの連絡はきちんと、まめにあると思いますし、約束をいついつ会おうねとか、そういう約束もきちんと来るのかなというふうに、今回私は感じました。じゃあ、一番の方にとって、何月が、この2024年、あの人と幸せな時期が来るのかとか、ターニングポイントが来るのかというのを、はい、じゃあ見ていきたいと思います。はい、ジェミニー、これ、双子座の季節です。双子座っていうのは、5月、5月、6月、ですね。この、5月の、中旬以降、6月の、中旬ぐらいまで。この時期が、あなたにとって、このお相手様と、大きなターニングポイントになったりとか、とても盛り上がったりとかする時期と。そしてこの双子座ジェミニっていうのは、コミュニケーションを表します。いろいろ新しいスポットに行ってみたりとか、やっぱり、あなたが、例えばいろいろな知識があったりとか、お話をしていて楽しいとか、そういう気持ちがある。そこが、お二人にとっての素晴らしい潤滑油になるのかなっていうことも出ているような気がします。いろいろなスポットにいろいろ言ってみるとか、とにかく二人の間でコミュニケーションを大切にするとか、そういうことも大切だよって言ってくれているような気がします。じゃあ、一番の方、ラストにこのカードからのメッセージお伝えしたいと思います。ね、一番の方は愛の循環というメッセージが出ていますので、循環とコミュニケーションを、すごくシンクロするのかなと思っています。はい。カードがね、今回、ボロッと落ちました。はい。あなたへのメッセージお伝えいたします。与える。見返りを期待して与えると苦しみ。純粋な心で与えると爽やかに満たされます。いかがでしょうか？これが、今回のあなたへのメッセージということでお伝えしたいと思っています。どうぞ愛を循環するようにお二人、しっかりとコミュニケーション、そして愛する。自分の気持ちをきちんと伝え合う。そういうことを大切にしてください。私は一番の方、とても愛されてるんじゃないかなと思っています。はい、これが一番の方へのメッセージです。どうぞゆっくり休んでください。おやすみなさい。はい、それでは2番の方、見ていきたいと思います。あの人が
あなたに伝えたい緊急メッセージです。はい、じゃあ引いていきます。まずこちらのカードから3枚です。はい、1枚目。ワンドのナイトのリバース。ソードの7、リバース。ワンドの5、正位置。2番の方。もしかしたら、最近、ちょっと喧嘩したりとか、言い争ってしまったりとか、そういうことがあったのかなって思います。あの人の中で、今、葛藤がすごくあるって出ていて、あの人も後悔しているし、きっとあなたも落ち込んでいるとか、なんであんなことを言ったんだろうとか、なんかそういうことが二人の間で、不調和みたいな、そういうものが、あるのかなというふうに思っていて。で、今、あの人の中では、自分からはまだ連絡をしないとか、動かないとか、頭を冷やして考えたいとか、そういうことをあの人は言ってるような感じなんですね。今、あなたとの、関係で、自分自身を冷静に見つめるために、そしてあなたとの関係性を見つめ直すために、今冷静になりたい、一人になりたい、静かにいたい、静かに過ごしていたいっていうものが今見えているかなと、まず感じました。じゃあ次は、今度はね、別のタロットで、あの人の中間意識、はい、見ていきましょう。はい。じゃあ見ていきますね。おはい。このね、ワンドのナイトが、あの人の頭の気持ちでは、ワンドのナイトがリバースで出ていたんですけれども、今回、この中間意識では、あなたに向かって行きたいっていう、ここで、ブレーキとアクセルを、同時に踏んでいる、あの人の中の葛藤が、まずとても感じられました。感じられましたね。さあ、そして、はい、ここでコインのナイトのリバース。ここでも進みたいんだけど進めないとかね。はい、そして、助教廷のリバースも出ています。はい、あの人の気持ち、中間意識なんですけれども、やっぱり、あなたに対して、やっぱり好きっていう気持ちとか、情熱とか、やっぱ伝えたいとか、会いに行きたいとか、そういう積極的な気持ち。それはやっぱりあの人の中にある。ある。そう、あるんだけど、ここでそれを抑え込んでいる。上からギューって自分の気持ちを抑えつけていたりとか、今は、これ、助教廷なので、言葉とか、心のつながりとか、そういうものを表すんだけれども、今はそういうものを控えたい。そういうものが出てるので、好きなんだけれども、やっぱり今は、まだ動かないし、もう少し冷静になりたいっていう気持ちが、
あの人の頭の気持ちでも、そしてこの中間意識でも、なんか見事に出ているなっていう感じです。ただ、ここでね、同じカードが、リバースと正位置で出ている状態なので、あなたのこと、2番のあなたのこと、考えてはしっかりいます。その中で、やっぱりあなたのことがきっと大切だからこそ、今回、言い争いになった原因とか、ちょっと言い過ぎてしまった反省とか、そういうものを今一生懸命噛み砕いているような、そういう状況かなと思っています。じゃあ、あの人の、深い深い本音をこちらのカードで見ていきましょう。はい、じゃあ見ていきます。あの人の深い本音。問題の解決。はい。あなたのことを大切にしたい気持ち。あなたを一番に考えたい。はい。きちんとやり直したい、仲直りしたいと出ました。出ましたね。はい。じゃあ、あの人の本音を、ここのね、3枚から見ていくんですけれども、まずやっぱり2人の間にある問題をきちんと解決していくこと。それが2人にとって大切。で、このお相手様ってすごく、今回大人だなって思ったのが、2人で話し合うことってもちろん大切ですよね。恋愛って2人でするものだから。でも、このお相手様はまず自分を振り返ってみようみたいな。なんであんなことを言ったのかとか、言われたのかとか、そういう、まず、自分の振り返り、そして、そこから二人が、じゃあどういうふうにしていけばいいのかっていう根本的な解決、それをあの人は考えていると思う。なんか、目先の解決とか、自分本位とか、そういうふうには全く思わないんですね。そして、あなたのことを、とっても大切にしてくれてますよ。お相手様。で、あなたのことを、やっぱり、あなたが、このお相手様、彼女のことを大切にしてるように、僕も私も、あなたのこと、2番のあなたのことを1番に考えたいとか。それをすごく今回、お相手様は思ってる。伝えたいと思ってるみたいです。そして、ね、この深い深い本音では、ね、もう一回チャンスをちょうだいっていう、やり直したい、謝りたい、復縁したい、仲直りしたいっていう、そういう、とってもとっても優しい、柔らかい気持ちが、今回出てますよ。なので、まずやり直せると思うし、あの人の中では、今の今は、自分の振り返り、自分の時間、それを大切に、きちんと、まず自分の土台から大切にしていきたいって感じがするんだけれども、やっぱり自分がぐらついていたりとか、ブレてたりすると、それがあなたに対しても同じようにブレちゃいますよね。でもそうではなく、まず自分っていう土台をきちんと振り返ってみようっていう、あの人の、人間性、きちんとした人、すごく正義感が強い方とか、そういうふうにまず私は感じました。じゃあ、今度はこれからの流れがどうなっていくのか。このいつぐらいに例えば仲直りができるのかとか、復縁がきちんとできるのかとか、
連絡、そういうことを、はい、このルノルマンカードで見ていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょうね。さあ、ファーストカードは何でしょうか？ライダー。これ、新しい始まり、連絡。これ、風を表すカードなので、二人が今停滞をしているとする。空気が動いてなかったとしても、ここに新しい風が入ってくると出ています。早ければ今日。早ければ1時間以内。ありますね。さあ、そして、はい、庭が出ました。昼間とか、ランチタイムとか、そういう時に会うとか、なりそうですよ。もう、なんかこう、爽やかな感じですね。はい、そして、キー、ウィッシュカード。二人の、例えばね、何か問題があるとすると、この問題の鍵、解決法、それがあるというふうに出ているので、もうなんかトントン拍子に行くんじゃないかな。はい、そして、缶オケ。ちょっとこの缶オケの後、どのカードが出るか。はい、ライダーですね。まず、はい、お二人、大丈夫です。どう大丈夫かというと、今の繰り返しになるんだけど、連絡が、これ私はあると思います。あって、二人で、まず、お茶を飲みながらとか、そういう感じで、緑の多いところだったりとか、そういう、なんか私は、オープンテラスみたいな、そういうところで、話せる、会えると思うんですよね。そして、じゃあこうしたらいいんだねとか、こうしていこうねっていう二人の約束ができて、そしてこの棺桶っていうのは新しい始まり。新しい始まり、古いもの、喧嘩した二人が終わって、新しい始まりがあって、二人で次の段階に進んでいく。これがもしかしたら旅行とかドライブとか、少し遠出とか、そういう可能性もあるんだけれども、新しい二人が、次の道に向かって一緒に進んでいくって出てるので、いいと思う。いいと思う。じゃあ、特に2024年度中にのあなたとお相手様のターニングポイントというのを、この12星座のカードで見ていきたいと思います。これかな？はい、見ていきます。はい、これはね、サジテリアス、いて座のカードが出ています。約10ヶ月後ぐらいになるかもしれないんだけれども、いて座。10ヶ月、11ヶ月後ぐらいかな。いて座の季節にお二人がものすごく大進展するっていう風に出ています。これは海外なども表すので、もしかしたら例えば海外ウェディングとか、海外旅行とか、あとはお二人の関係が大きく大進展する。それが来年の11月の中旬から12月の中旬ぐらい。その時にはもしかしたらお二人の関係性が次のステップ、婚約とか、例えば一緒に住むとか、そういう流れになっている可能性も大かなと思っています。大きく発展しますよ。そしたら、はい、じゃあ2番の方。こちら、最後にあなたへの、はい、伝えたいメッセージ。はい、お伝えしたいと思います。これは、天使様からのメッセージとなります。これかな。はい、じゃあお伝えをいたします。はい、今回出たのが、想像というカードで、心が現実を想像する源です。心の力を意識して、
素晴らしいことのために活用しましょうと出ています。今回2番の方にお伝えしたいのが、まずあなたが人生の主人公だよということ。そしてこの想像力というのがいかにあなたの幸せ、そして2人の幸せのために大切なものかということを伝えてくれているような気がします。ちょうど1年後ぐらい、あなたとお相手様の関係が大きく前進しているような気がします。どうぞ楽しみにしていてください。仲直りは無事にできると出ています。はい、これが2番の方へのメッセージです。どうぞゆっくり休んでください。おやすみなさい。はい、それでは3番の方見ていきます。あの人が3番のあなたに伝えたい緊急メッセージ。はい、じゃあカードをこちらのタロットから3枚引いていきます。はい、まず1枚目。コインの2が出ました。皇帝のリバース。ワンドの8のリバース。はい。今、あの人は、仕事、仕事とか、父親としての例えば役割だったりとか、そういうところで、あの人が、できる範囲、頑張ってるのかなっていう感じがするんですよね。ただ、今、あの人が、自分が集中しないといけない部分が、例えば仕事だとすると、あなたの存在が2番目になってしまっているので、そういう意味で、あなたに対して、すぐに動けなかったりとか、連絡ができなかったりとか、不安定な状態にさせてしまって申し訳ないっていう気持ちがあの人の中にあるような気がするんですね。で、あの人自身が今少しだけ視野が狭くなってるのかなとか、自分で自信をなくしているのかなっていう感じがしていて。元気がね、少しあの人がない感じがします。どっちかっていうと、あなたに何かしてあげたいっていうよりも、慰めてほしいとか、あなたから、の自発的な、例えば連絡だったりとか、アプローチだったりとか、そういうところを少し待っている部分があるような気がします。余裕が今ないのかな、あの人。なんとなくね、追い詰められてる感じというのがあるんです。あなたに対して迷ってる部分もある。このままでいいのかなっていう部分もあるような感じがして。少しあの人は視野が狭くなってしまっていたりとか、あなたに構ってほしいみたいな、そういう気持ちが、出ているのかなと感じました。次は、今度はこの2番目の気持ちというか、中間意識を、はい、こちらのタロットで見ていきたいと思います。
じゃあ見ていきましょうね。あの人の中間意識、ソードの7。ソードのクイーン。はい、タワーのリバースが出ました。あの人、そうですね。あの人、今何かこう、ちょっと慎重になってるような気がするんです。それがどうしてかっていうと、例えば、複雑な関係な方で、例えばお相手様に誰かパートナーがいるとする。そうすると、やっぱり、その人に、バレたくないとか、トラブル、喧嘩とか、このね、年末年始、起こしたくないとか、そういう意味があって、すごくあなたに対して慎重になってるような気がするんですね。で、あの人はあなたのことを、あなたなら分かってくれるみたいな、そういう部分があるみたいで、あなたに、なんかね、非常に甘えている。で、もし、あなたも、2番のあなたも、ごめんなさい。3番のあなたも、事情が分かれば、こういうことね、みたいな。ね、理解がきっと、よりできるかと思うんですけれども、このお相手様、多分、大切なことは、きっと言ってないかと思います。このグリーンのあなたに。でも、なんか分かってほしいみたいな。若干、このお相手様、やっぱりね、ちょっとね、考え方が少し視野が狭くなっていて、あなたなら分かってくれるっていう、非常に、このね、あなたが素晴らしい方なんでしょうね。そういう意味で、なんかあなたに対する、甘えかな。そういうものが私は今感じました。じゃあ、深い本音。はい、深い本音の部分を見ていきます。はい、じゃあ見ていきますね。はい、あの人の本音。あなたに、やっぱり会いたい気持ちはすごくあるし、思い出してます。あなたのことを考えています。とてもあなたのことを考えると、優しい気持ちになるというふうに出ているんですね。そして、この寂しさ。なんかね、会えなくて辛い寂しさもあるし、あなたのことを寂しい思いをさせてしまっている申し訳なさもあるのかなと。はい、そして、やっぱり、きちんと状況の説明とか、あなたとの会話、コミュニケーションっていうのが出ていますね。ちょっとこちらね、解説をさせてください。今、この年末年始っていう時期、そして特に複雑な関係の方であれば、やっぱりこの期間っていうのがなかなか会えなかったりとか、連絡を取りにくかったりとか、そういう事情っていうのがあると思います。で、このお相手様も、やっぱりきちんと今の自分の事情とかをきちんとあなたに伝えないといけないっていうのは分かってるみたいなんです。そしてあなたももっと連絡が例えば欲しかったりとか言ってくれたらなんか分かるっていう、そこまであの人は分かってるんだけれども、なんていうのかな。ちょっとあの人が遠慮しているというか、怖がってるというか、
本音をなかなか話すことができない、そういう感じが見えるんですね。でもですよ。でも、このハートトゥーハート、カンバセーションズっていうのが出てるから、やっぱりあなたときちんと、これが、文字でも、電話でも、もちろんあって、でもいいんだけれども、きちんと会話をしよう。きちんと事情を伝えようっていうふうには、すごく思っています。思っている。そしてそれプラス、なんかね、本当にあなたと一緒にいれなくてごめんねとか、寂しい思いをさせてしまってごめんねって。そして、あなたが今ね、一人でベッドに横たわっているんだけれども、本当はあの人もあなたと一緒にいたい。それがすごく出ている。そして、あなたのことを考えてるよ、思い出してるよっていうことを、本当はすごく伝えたい。これが、あの人の気持ちで、すごくなんか出てるし、伝えたいことかなというふうに思いました。じゃあ、実際にこの連絡だったりとか、あの人が視野が広くなってくる時期というか、心に余裕が出てくる時期、そして実際に3番のあなたといつぐらいに連絡があるのかとか、そういうことを、はい、こちらのルノルマンカードで見ていきたいと思います。はい、じゃあ見ていきますね。さて、ファーストカード、ヘビ。まだね、すぐには動けない。この奥さんだったり彼女だったり、人によってはね、ご主人とか、そういう方もいるかもしれないんですけれども、かなり嫉妬深い、状態なので、今すぐはまだ動けないというふうに言っていて。さあ、これ5という数字が出てるんですけれども、今から5日以内、には、なんか少しずつ2人の関係性が、ようやく樹立するというか、2人の関係が穏やかな感じになってくるというふうに出ているので、あの人の精神状態も、ゆっくりとゆっくりと、回復してくるのかなっていう感じがしています。はい、そして、クロス。ここでクロス。大きな、なんて言うんでしょう。ターニングポイントなんですね。これ、5から7の間かなって感じがします。はい、そして、手紙。次まで見てみようかな。はい、キー。はい、とても素敵なカードが出ました。解決のカードが出てるので、この流れを見ると、あの人が、いわゆる余裕が出てくるのが、5日後ぐらいから、5日後ぐらいからです。そして連絡とかもあるのが、ここにクロスが出てるので、この5日から7日の間に2人の間にターニングポイントがあると出てるので、5、6、7かなというふうに思っています。そしてその時に、なんか誤りの連絡だったりとか、今度こうしませんかみたいな、そういう提案みたいなもの、嬉しい、連絡、そういうものがあるというふうに出てるので、年末年始のね、1、2、3ぐらいは、ちょっともやもやもやってしちゃうかもしれないんだけれども、このグリーンのあなたには、長い目で、あの人が元気になっていく、
状況を待ってあげていてほしいかなというふうに思っています。最後にあなたへの、この、まず、ターニングポイントをちょっと見てみましょうね。これ1年でなんですけれども、12ヶ月の中で、2024年で、いつあなたとお相手様のターニングポイントがあるのか、このカードかなと思います。はい、見てみましょう。キャンサー。はい、これは、蟹座のカードが出ました。これは6月の中旬から7月の中旬というのがあなたとお相手様のターニングポイント。そしてこのお相手様って案外ね、甘えたがり。若干マザコンっぽい部分とかがあるかもしれない。本当に母性のような、温かい、穏やかな人、お母さんみたいな人を望んでいる部分があるかもしれない。なので、この3番の方もね、慣れているかもしれないですね。もしかすると。そして、この6月、5月、6月の中旬から7月の中旬ぐらいに、新たな風が吹く。新しい2人の関係が始まっていくのかなというふうにも思っていますので、どうぞね、この時期。特にこのキャンサーっていうのは、母親とか家族とか、そういう意味があるので、何らかの動きが、もしかしたらあの人の家庭とかにある可能性もありそうです。そして、はい、こちら。今度は天使様からあなたへのメッセージでお伝えしたいと思ってます。これかな。はい、じゃあ開いていきますね。光です。はい。あらゆる生命の本質は光です。暗闇を明るく輝かせる力はあなたの中にいつもいつまでも。こういうふうに出ているので、やっぱりあなたとお相手様、は希望があるという意味だと思います。そして命の本質の光っていうのが、私はなんとなく赤ちゃんのこととかお相手様とのその強いご縁、つながりっていうものを感じるので、きっと3番のグリーンの方ならなんかつながっていける。あの人のことを受け止めてあげれるのかなというふうに感じました。約1週間ぐらいかと思うんですけれども、あの人のことを待っていてあげてください。きっと新しい次のステージに行くことができるだろうと思われます。はい、これが3番の方へのメッセージです。どうぞゆっくり休んでください。おやすみなさい。はい、それでは4番の赤選ばれた方。あの人が伝えたい緊急メッセージお届けいたします。まずこちらのタロットからは3枚引いていきます。はい、いきますね。まず1枚目。はい、ラバーズです。ラバーズです。すごい。はい、そして2枚目。コインの10。今回クリスマスとか、プロポーズとかされた方いらっしゃるんじゃないでしょうか。年末年始ね、ご家族に
ご挨拶に行く方とかいらっしゃるのかなとか思ったりしました。はい。そしてソードの9のリバース。はい。いやー、4番の方、すごいカードが、はい、しょっぱなから、あの人の頭の気持ちで出ました。私は今回、このソードの9のリバースっていうのが、お二人が、ここまで頑張って乗り越えてきた今までのいろんなこと、乗り越えてようやく今があるっていう状況かなというふうに感じたんですね。で、お相手様のお気持ちっていうのが、もうあなたに対してラブ、もうライクじゃなくてラブ。そして生涯共にみたいな。もうあなた、ね、家族、もう守りたい人、一生大切にしていく。好きでしょうがない。一緒にいたらなんでこんなに幸せなんだろう、楽しいんだろう、みたいな。そういうむちゃくちゃポジティブなワードがガンガン降りてきます。すごいですね。なんか今までごめんねって感じかなというふうにも思ったんですね。いや、これはかなりいいんじゃないでしょうか。なんか、お相手様の、すごい、好き好きっていう気持ち。もう、この4番のあなたが運命の人ですみたいな。運命の人に出会えたっていうことを言っていますよ。はい。そして次はこの中間意識。ここを見ていきたいと思います。はい。今度はカードを変えて。はい。じゃあ見ていきますね。はい。あの人の気持ち。今度は吊るされの男。リバース。はい。ソードの10。リバース。はい。カップの5。リバース。今度はね、全部リバースが出たんだけど、はい。これは、なんていうのかな、苦しみとか苦痛とか、そういうことを、言ってるんじゃなくて、もうあなたに会いたくて会いたくてしょうがないみたいな。もうなんか早く、なんか日が昇れみたいな、そういう感じをすごく言ってるのかな。なんかもうあなたがもういないと生きていけないぐらいすごい好きすぎて、もう好きすぎて、なんか早くあなたに会いたいよとか、なんかもう一緒に暮らしたいとか、そういう感じで言うぐらい、もうあなたにぞっこんみたいな感じがものすごく見える。もうね、気持ちがすごく、もちろん強いんだけど、強いプラス、なんかすごくフレッシュな感じがする。お二人のお付き合いとかが、例えば長かったとしても、すごいあの人の気持ちがむちゃくちゃ新鮮なんですよ。とってもとっても、もなんかもう、好きっていう感じ。それがむちゃくちゃ出てるかな。むちゃくちゃ出てる。なんか好きすぎて辛いっていう感じ。ものすっごく愛されてますね。4番の方。はい、こちらのカードで、じゃあ、あの人の本音。はい、見ていきます。はい、じゃあ、あの人の深い本音。この居心地の良さっていうのは、きっと前世からの縁なんだろうなっても、あの人は分かっているようです。はい、そして、
ここで家族の問題というふうに出ているんだけれども、もしかしたら、どちらかに、例えばね、家庭がある、家族がある。あとは実際に、例えばご両親とか、例えば子供の病気とか、そういうことがあるのかもしれない。そして、はい、深い深い本音のところでは、あなたの、自立を尊重するというか、あなたの生き方を大切にしていきたいというふうに出ているので、なんかすごくあの人はあなたのことを尊敬しているんじゃないでしょうか。はい。ここで、ね、あなたのことがとっても大好きで、ね、例えば一緒になりたいとか、もうね、もう一生添い遂げていきたいっていう気持ちもあるんですよね。で、ここにソードの9のリバースとか、ソードの10のリバース、吊るされの男リバース。そして、このね、ファミリーイシューという問題があるので、この4番のお相手様、あなたのことはむちゃくちゃ大切なんだけれども、もしかしたら、大きな障害がある人もいるのかもしれない。ある人がいるのかもしれないんだけれども、あの人は、例えば、家族がいても、もうあなたを選ぶって言ってる。あなたが家族。あなたが、もう自分が守るべき人だっていうことを言ってるんですよね。そして、いろいろな、このね、実際の、いわゆる家族の問題っていうと、すごくくくりが大きくなってしまうんだけれども、例えばご両親の、例えば介護だったり、例えば子供のことだったり、もしかしたら家庭があったりっていう可能性もあるんだけれども、なんかあなたの生き方、あなたの仕事、あなたの人間性というのを、あの人はとても尊敬しているっていう風に出てるので、なんかすごく、お二人ともが、自立しているお二人。そういう風に見えるんですね。そして、あの人の気持ちは、むちゃくちゃ本物です。もうとてもとてもあなたのことを大切に思っているし、もし何らかの障害があったとしても、あなたのことを守り抜く気持ちとか強さとか行動力とか、そういう方。もう口だけではないです。きちんと行動までする人だなというふうに思いました。なので、今回の、緊急メッセージっていう意味では、もう、とにかくあなたのことがとっても大切で大好きな人です。もう一生あなたのそばにいたい。大切にしていきたいと。そしてそれプラス、これからもお互いのこのままのあなたでいてっていうことをあの人は言ってるような気がする。変わる必要はない。もうあなたはあなたのままでいい。そういうことをあの人は言ってくれています。じゃあ実際にこれからの流れが、どうなっていくのか。はい、ルノルマンカードで見ていきたいと思います。はい、じゃあ見ていきます。すごい星。願いが叶うカード。はい、ネズミ。これちょっと金銭的な問題とか、もしかしたら、この年末年始、例えば食べ過ぎとか、風邪にかかってしまうとか、そういう可能性もあるのかもしれない。なんか、夜、例えばデートした時に、の体調不良に気をつけてた方がいいかなと思いました。例えば初日の出を見に行った時に思ったよりも寒かったですとかね。それが出てるかな。そして、クローバー。でも、軽症ですぐ治るとか。
漢方が効くとか、そういう風にも出ていますし、すごい太陽が出てる。もうね、このカードを4枚しか出してないのに、星と太陽という天体カードが出てるので、もうお二人のご縁の強さとか、もううまくいくよねっていう感じ。そういう風に思っています。実際ほんとご両親へのね、挨拶とか行かれる方もとても多いんじゃないかという風に感じました。流れは、この、寝不足とか、ウイルス性のもの、そういうところに気をつけていただきたいっていうのは出てるんだけれども、もうはっきり言って、これからの流れも、もう幸せな方向に行きますと。もう強運とか、もう二人が一緒にいることによって、さらに 1+1 が3になるとか4になるとか、そういうポジティブなご縁を私は感じています。じゃあ今度はこの12星座のカードで、この2024年、あなたとお相手様、いつがターニングポイントになるのかを、はい、じゃあ見ていきたいと思います。はい、出たカードが、はい、これ、お牛座のカード。これは、4月の、下旬から5月の下旬。この間に、より大きな幸せなターニングポイントが来るという風に出ています。で、このお牛座っていうのは、金星、愛の星を表すんですよね。なので、やっぱり、この4番の方っていうのは、愛の力、そして愛の星も出ているので、この5月あたりに、なんか大きな大きなステップが、あの人からの言葉とかがあるんじゃないかなというふうに感じました。じゃあ、最後に天使様からのメッセージお伝えをさせてください。これかな2枚。これかなじゃあ、見ていきますね。ちょっとこれも気になります。はい、じゃあ、この2枚をお伝えいたします。すごい。希望と感動が出ています。どんな時にも希望の火を消してはいけません。その光が新しい道を照らし出すのですから。そして感動。あなた自身を 100% 感じましょう。あなたの体験をしっかり味わいましょう。日々が感動に変わるでしょうと出ています。素晴らしいカードが出ました。これが4番の方へのメッセージです。どうぞゆっくり休んでください。おやすみなさい。はい、じゃあ5番の方、リーディングをしていきたいと思います。あなたに伝えたい緊急メッセージです。はい、じゃあこちらのタロットからまず3枚出していきたいと思います。はい、ファーストカード、ソードの10のリバース。ワンドの7。世界。はい。5番のお相手様、ものすごく強い、あなたを諦めたくないって言ってます。もう、可能性はもしかしたら難しいかもしれない。もしかしたら私は
あなたにもう嫌われてしまったかもしれない。でもそれでもあなたのこと、5番のあなたのことをもう一回頑張りたくて、もう一回復縁したくて、もう自分の気持ちを100% あなたにぶつけてみたいみたいな、そういう気持ちがお相手様の中に出てるんですよ。諦めきれないって言ってて、どれぐらいね、連絡が取れてなかったりとか、もしかしたらね、別れてしまったのかなとか思うんですけれども、あの人のこのままでは嫌だっていう気持ち。それがものすごく強く出ています。すごい強いですよ。はい、そして、今度は、これは中間意識になります。はい、じゃあ見ていきますね。はい、ここで、正義。ワンドの4、リバース。コインのエース、リバース。なんかこのお相手様からですね、なんか結婚とか離婚とかけじめをつけるとか、そういうメッセージがものすごく強く出てるんですよ。例えば、お相手様が例えば結婚しているかもしれない。もしかするとあなたが結婚しているかもしれない。でも、お相手様は、例えばもう自分が、例えばもう離婚するとか、自分の、身辺整理をきちんとするとか、それであなたと一緒になりたいっていう気持ちがすっごく出ていて、で、少なくともこのお相手様は、あと1年以内には、例えば別居とか離婚とか、そういうことをして、もうあなたともう法の下で正しくお祝い、祝福をされたいっていうことをあの人言ってますね。今の今はまだ甲乙がきちんとパカって合わない状態なんだけれども、この1年かけて、まあ遅くともこのお相手様は2024年度中にはもうあなたと次の大きなステージに登りたい。そのために自分がしなければならない法的な手続きとか、そういうことをきちんとしたいって言ってます。もう期限もご自分の中でもう、きちんと決めていらっしゃるみたいですよ。もうなーなーとかじゃなくって。もうこの時期までに、例えば離婚するとかね。そういう感じが出ています。じゃあ、こちらのカードで、あの人の深い本音。はい、じゃあ見ていきます。はい。パストライフ、リレーションシップ。はい。ハネムーン。はい。ニューラブ。むちゃくちゃわかるかな。もうものすごく納得ができます。やっぱりあの人はあなたとね、もう一回縁をつなげたいっていう風に言ってますよ。もうこのままじゃ終われない。もう一回あなたとつながりたいとか、もう一回きちんと関係、交際、復縁、そういうことをあの人はきちんともうちゃんとしたい望んでいる。そしてここですよね。ハネムーンとニューラブが出てるんですけれども、このニューラブっていうのがもうまさに
なんかあなたに愛の告白をするとか、もう一回例えば付き合ってくださいとか、例えば結婚を前提に付き合ってくださいとか、そういうことをあの人はもう本音の部分で思っているんですね。そしてあなたともう本当にハネムーンに行きたいっていうのも事実だと思うし、あなたと二人だけのこういう甘い時間を過ごしたいとか、とにかくよりを戻して復縁して、あなたと次の関係に進んでいきたい。そしてあなたにちゃんと自分の気持ちを告げて、もう将来、なんかこう自分のなんか全責任を負って、もうあなたとの人生を歩んでいきたいっていう感じかな。もうあなたがやっぱりいない生活っていうのはこのお相手様は考えられない。もうあなたと何としても、もう一回復縁を、もう一回チャンスをっていうふうなことをこのお相手様はね、言っているように見えます。なんかあと1年っていうふうに言ってますね。このお相手様。じゃあ実際にこれからの流れ、このお相手様と5番の方の流れがどうなっていくのかを、はい、こちら、ルノルマンカードで見ていきたいと思います。はい、じゃあ開いていきます。はい、見てください、ハート。もうすごいですね。ハート。もうお二人が通じ合うんじゃないかな。もうもし今、例えばあなたが悲しみに暮れていて、例えば連絡を取っていないとか、例えばお別れしてしまったっていうことがあったとしても、やっぱりもうお二人はつながっていると思います。はい、そして蛇。複雑な関係。どちらかに何らかの障害。そういうものはあるかもしれない。でもワンちゃんが出て、あなたとお相手様の関係を応援してくれる人だったり。で、あと、やっぱりお互いが、すごく強い信頼関係を持つ、もうパートナーっていう風に、もうお互いが信頼してるのかなっていう風にも思うんですよね。はい、そして、はい、素敵なカード。月が出ました。もうこれは恋愛のカードです。もう恋愛が始まるとか、素敵な夜のデートから、また二人の関係が、始まっていくんじゃないかなっていうふうにも思っていますし。これ、お相手様がおそらく秋、10月ぐらいに、もうバシッと、もうお相手様のパートナーを白黒つける、切っていくんじゃないかなというふうに思っていて、そしてライダー。お二人の新しいスタート。新しい関係性がっていうふうなことが出てるので、やっぱりこの最初に出たこのハートっていうのがお二人のお互いの気持ち、お互いの状況を示していると思います。ここで24という数字が出ているので、あなたの中でもしかしたらあと3週間から4週間ぐらいは、考える時間が必要だったりするかもしれないけれども、1月の下旬になると、あなたの方も、やっぱり私もあの人のことが好きだとか、やっぱり大切にしたいとか、そういう自分の心をきちんと見ることができる。
素直に受け入れることができるのかなという感じがするので、私は1月の24日前後に、もうそれこそハートマークになるんじゃないかというふうに思っています。今、ここで、10月、秋っていうカードが出たんですけれども、これ12星座のカードです。あなたとお相手様。いつぐらいにこの1年間で大きなターニングポイントが来るのかということを、見ていきたいと思います。じゃあこれですね。見ていきましょう。ビルゴーが出ました。これ乙女座のカードで、9月の中旬から10月中旬。やっぱり、この秋にあなたとお相手様に大きなターニングポイントが来るというふうに出ました。乙女座の季節。やっぱり、この2024年の秋は、お相手様が1年以内に必ずもうね、きちんと動く。もうちゃんと白黒をつけるっていう風に出ていて、ここでも秋というカードが出て、そしてこの星座のカードでも9月の中旬から10月の中旬と出たので、この10月あたりに2人にとって、特にお相手様がきちんと決別をするとか、そういうことがあるような気がしています。じゃあ最後にあなたへの天使様からのメッセージお伝えしたいと思います。じゃあ見ていきますね。可能性というカードが出ました。美しい夢に意識を集中してください。リアルなイメージを描いて実感してください。可能性の扉を開く鍵はあなたが握っているのです。この可能性。私は、まず、1月の24日前後。そして、この、9月、10月の流れが大きなターニングポイントになると思っています。そして、こちらもあなたへのメッセージなんですけれども、最高の道を切り開くと出ていますので、すっごい、このお相手様との大きな一年が開かれていくのではないでしょうか。これが5番の方へのメッセージです。どうぞゆっくり休んでください。おやすみなさい。それでは6番の方。あの人があなたに伝えたい。緊急メッセージ。お伝えしていきたいと思います。じゃあ、こちらのカードから、まず3枚引いていきます。1枚目です。タワーが出ました。タワーが出ました。びっくりしました。そして2枚目。カップの2のリバース。そして戦車のリバース。6番の方。喧嘩しちゃったんでしょうか。予期せぬね、大きいトラブルがあったりとか、2人の関係性が今、通じ合えていなかったり、
あの人が進めないとか、進まないとか、そういうことを言っていて、その原因というのが、本当に突然のアクシデントとか、あの人がもしかしたら怒っている。あなたが怒っている。そういうことがすごく考えられます。今、お二人が、なんかね、とっても仲がいいとか、なんか幸せそうっていうよりも、今は、トラブルの最中、どちらがどうとかではなくって、まずそれがね、すごく感じられていて。もしかしたら、6番のあの人はとても苦しんでいるかもしれない。とっても寂しい思いをしているかもしれない。なんか、心がね、心がすごく、あの人が、なんか寂しそうに見える。怒っていたとしても、例えば何かあの人が引き起こしたとしても、あの人の心が、なんか心の殻がぎゅっと閉じこもっていて、なんか今あんまり感情を外に出せなかったりとか、ちょっと精神的にかなり落ち込んでしまっていたりとか、そんな感じが見えるかな。じゃあ今度は、この2番目の、潜在的な気持ちを、はい、見ていきたいと思います。はい、じゃあ見ていきますね。はい、ソードのキングリバース。はい、ワンドの7リバース。世界リバース。そうですね。あの人が今とても、なんか、意固地になってるって感じが見えるかな。なんか自分からは動かないって感じかな。この中間意識ではですね。なんか自分からは連絡をしたくないし、自分からは仲直りもしたくない。なぜならば、なんか俺は悪くないみたいな、そういうものがすごくあって、なので、ここの気持ちっていうのも、あの人が怒っているのかなとか、あの人が今、殻にこもっているのも事実なんだけれども、なんか殻をとても強くしていて、なんか今は、バリアを張ってるような感じ。例えば、連絡もあなたから取りたくても、例えば、取れないとか、既読スルーだったり、未読スルーだったり、ブロックだったりとかね、そういう感じがあって、今、あの人自身は、まだ、なんていうのかな、まだ今、なんか仲直りを今はしたくないとかね。なんか自分が落ち着くために、もう少しこのお相手様のなんか時間が必要なのかなとか、そういう感じが見えるかな。少しね、このお相手様、寂しがり屋な部分もあるかもしれないけれども、若干私から見るとですよ。私から見ると少し自己中な感じがしたりとか、若干気分屋な部分があるのかなっていう風なものが見えていて、そのネガティブな部分が今、ものすごくバーンと出てるような感じがしました。じゃあ、このお相手様のあなたへの本音。はい、それを見ていきたいと思います。はい、じゃあ行きますね。あなたへの本音。forgiving。そうね。なんか謝ること。はい、そしてハネムーンが出ました。
うん。はい。そしてラストのカードは、はい。このお相手様もすごい苦しんでるのか。うんうん。はい。わかりました。うん、このお相手様の、深い本音の部分を、見ていってると、あなたから、謝ってほしいとか、あなたから自分のところに来てほしい、会いに来てほしいとか、連絡をしてほしいとか、もし、既読スルーとか、未読スルーだったとしても、変な言い方なんですけれども、諦めずに自分に連絡してほしいっていうことを言っていて、で、すっごくやっぱりこのお相手様って、やっぱり、ここにカップのカード、カップの2のリバース、カップっていうのは感情ですよね。そして、戦車っていうのが蟹座のカード。蟹座のカードは水の星座。ここも感情なんです。そして、タワーというカード。これは火星、トラブルとか、あとは、いろいろなエネルギーを表すんだけれども、今お相手様は自分のそのエネルギー、怒りのエネルギーをどこにぶつけていいかわからないっていう感じ。怒ってるのは怒ってるのかなっていう感じがしていて。でも、やっぱりカップの2が出る。戦車が出るっていうことは、やっぱり今リバースなんだけれども、愛情があるからこそ、その裏返しとして出てると思います。運命の輪もそうですよね。本当は好きなんだけれども、素直になれない。そしてここです。ここの本音で、やっぱりお相手様も、自分で自分がコントロールできなくて、すごく苦しんでるんですよね。なんでこんなことになったんだろうとか、そういうことを思ってるみたいだし、本当はあなたのことを許したいというか、もう本当は分かってる。例えば、6番のあなたに、例えば悪気がなかったことも分かっているとか、あなたが本当にごめんねって思ってるのも分かっている。でもそれでも、自分のことを見捨てずに、これからも、自分へ、向かってきてほしいっていう感じなんです。自分を見捨てないでほしいっていう感じ。なぜならば、このお相手様も、もう苦しんでる。ここのね、この輪を、この柵から、このお相手様が、ね、自分の足で立って、出ることができたら楽になるんだけれども、やっぱりそれができそうでできない。なので、もうちょっとだけ時間は必要かもしれないけれども、でも、あなたからの、アプローチだったりとか、諦めとかそういうのは、諦めないでほしい。すごく矛盾してるんですけどね。でも、これがお相手様がすごく言ってるような気がしています。じゃあ、実際に、いつぐらいに、例えば、連絡が取れるようになるのかだとか、返信があるのかとか、そのあたりの動きをこちらのルノルマンカードで見ていきたいと思います。はい、じゃあ行きますね。まずファーストカードは、さて、月が出た。これ、もう恋愛のカードとか、お互い思い合ってるカードとか、恋愛の成就とか、ロマンチックなカードがまず出たので、はい、お二人は仲直りできるでしょう。っていうか、本当はね、お相手様すごい好きなんですよ。その好きが今逆の出口というか、きちんと消化ができていないから、今、リバースで出ているだけで、本当は強い気持ちあるんですよね。はい、月の月が、ほら、ハート。
仲直りできます。もう、お互いにものすごく愛し合ってるのは事実だと思う。そして蛇。また、複雑な関係だったりするかもしれない。ライバルがいたりするかもしれない。あの人がすごく嫉妬深くなるかもしれない。でも、仲直りできますね。なんか、こういうきちんと、お二人がもう一回、お互いの気持ちとかを、例えば通じ合うことができて、で、また何か嫉妬心だったりとか、ライバルとか、あの人が、なんかね、イライラっていうふうなことが来たとしても、お互いにきちんと信じ合えるっていうふうに出てるんですよね。はい、そして、ね、子供のカード、すごく、なんか楽しい、なんか純粋な気持ちで、お二人が、なんか楽しめるような、なんか宝物がね、あるような、そういう感じもしますし、リング、もう大丈夫ですね。今のところ、ここにね、32というカードが出てるので、12月31日からすると、32っていうのは1月の1日ですよね。なので、もしかしたら、1月の1日かもしれないし、そこから1ヶ月っていう意味もあるから、私は、1月中には、あなたとお相手様が、こういうふうな形で、また、愛し合うような状況になるというふうに思っています。こちらの星座のカードで、実際に2024年度、あなたとお相手様のターニングポイントの、月というか、星座を、はい、見ていきたいと思います。はい、お牛座のカードが出てます。お牛座金星。金星イコール恋愛。やっぱりお二人は、もうこのね、ハート。もう月とハートですよね。もうやっぱりお互いに愛し合う存在だと思います。そして、お二人のターニングポイントが4月の下旬から5月の下旬まで、お牛座の季節にあると出てるので、私は1月中になんかね、きちんと仲直りができて、なんか5月あたりに、なんかこういうリングというか、お二人にとって、次の恋愛に、進んでいく、よりディープな感じになっていくのかなというふうに思っています。牛だし、ね、金星だし、恋愛だしっていうことで、やっぱりお二人は、私は離れられないお二人だと思うんですよね。はい、じゃあ最後に、こちら、天使様からのあなたへのメッセージ、お伝えしたいと思います。はい。はい、じゃあこちらのカードが出ました。ジョーカーのカードですか。はい。あと1枚出していきます。はい。はい。じゃあ、この2枚を引いていきますね。はい。出たカードが楽しむ。この子供のカードと同じ感じですね。もうキラキラ楽しんでいく。そして、守護という風に出ました。じゃあ、読んでいきます。楽しむ。好奇心と向上心が手をつなげば、どんな体験も楽しめるでしょう。障害も困窮も楽しみに変えられるでしょう。そして守護。あなたはいつも見守られています。すべての人に守護の光が当てられています。一人ぼっちの時など一瞬としてありません。いかがでしょうか。もしかしたら1ヶ月ぐらい待たないといけないかもしれない。
でもその時もあなた自身が楽しむことを忘れずに、そしてあなたのことを見守ってくれる人、見守ってくれる存在、そしてあの人もあなたのことを考えてくれていること、それを忘れないでください。はい。今回ね、そのままでいてというのがあなたへのメッセージとなっております。はい。これが6番の方へのメッセージです。どうぞ安心してゆっくり休んでください。おやすみなさい。